皆さんこんにちは。この番組はモンスターハンターナウをもっともっと楽しくプレイするために存分に魅力を伝える番組、モンハンナウナビです。略してナウナビでお願いします。番組の感想はハッシュタグナウナビでお待ちしています。今回 MC を務めさせていただきますアナウンサーのゆずりはのぞみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。モンハンナウのリリース前の特別番組でも MC、務めさせていただきました。今日もしっかり盛り上げていきます。お願いします。今回は2周年記念ということで、モンスターハンターナウの開発陣から直接ハンターの皆様に情報をお届けしてまいります。早速ご紹介していきましょう。まずは大隅さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。モンスターハンターナウのエグゼクティブプロデューサーをしています大隅です。いつも遊んでいただいてありがとうございます。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。ナイアンティックで、ゲームディレクターをしております菅野と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、同じくナイアンティックでモンスターハンターナウのプロデューサーしております麦谷と申します。前回のナウナビでは、天の声として出演させていただいたんですが、今回はスタジオに来ております。よろしくお願いします。お願いします。あれってことは吉沼さん、麦谷さん、前回は天から声だけを聞いて、そうですね。生麦谷さんです。生天の声です。生麦生ゴミみたいな。はい。さあここでもう早速吉沼さん振らせていただきましたが、本日の2周年を記念したナウナビを一緒に盛り上げてくださるゲストをお呼びしています。吉沼さんと石飛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では吉沼さんから。はい、吉間です。前回のですね、漂流石 E のイベントでなんと400連して冬季活性を防具につけまくりました。モンハンナウ2周年おめでとう。イエイイエイ。モンハン部マネージャーの石飛絵里香です。よろしくお願いします。普段はモンハン部マネージャーとして活動させていただいてて、モンハンシリーズたくさんプレイさせていただいてるんですけど、モンハンナウはまだまだ初心者なので今日たくさん勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で早速石飛さんお伺いしたいのが、モンハン部今ねその言葉出てきましたが、こちらどういったものか教えていただけますか。任せてください。台本読みますね。はい、モンハン部はですね、カプコンが運営しているモンスターハンターファンのための公式ファンサイトでございます。モンスターハンターシリーズに関する最新情報だったりとか、あとはモンハン部員だけのスペシャル特典などなどお得な情報盛りだくさんなので、皆さんチェックと会員登録をぜひぜひよろしくお願いします。あと借り換えとかも定期的に開催してまして、一緒にプレイしたりもできるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。全然台本読んでると思いませんでしたよ。はい、よかったです。はい、というわけで本日は私を含めてこの6人でナウナビ進めていきたいと思ってるんですが、まずはですねハンターの皆様への2周年の、お礼ということで大隅さんお願いします。モンスターハンターナウを楽しんでくださっているハンターの皆様、改めて本当にありがとうございます。本日は皆さんに感謝を伝えるとともに、今後の情報をできる限りお伝えしたいと思っています。本日の動画の最後にはプロモーションコードの発表もありますので、ぜひ最後まで楽しんでください。ちょっと大隅さん硬くないですか。思いました。なんか読まされてるみたいです。心からちょっと言葉発してください。はい、ということでね、大隅さんこの後もよろしくお願いします。そしてですね、モンスターハンターといえばこの方です。メッセージいただきました。ご覧ください。皆さんこんにちは。カプコンモンスターハンターシリーズプロデューサーの辻本です。いつも、モンスターハンターナウをプレイしてくださっているハンターの皆さん、本当にありがとうございます。おかげさまでモンスターハンターナウも無事2周年を迎えることができました。誰もがお持ちのスマートフォンで現実世界を探索しながら強大なモンスターに出会い、シンプルかつ奥深いハンティングアクションでモンスターを狩猟する、そんなモンスターハンターをお届けしたいという思いから生まれた本作を、たくさんの方が長く遊んでくださっていることを大変ありがたく思っております。私自身も歩くことが大好きなので、いろんな場所でモンハンナウをプレイするのですが、時折同じように外でモンハンナウをプレイしている人を見かけるととても嬉しい気持ちになります。2周年ということでリリース当初に比べて多くのモンスターの追加や各種機能の追加改善が行われ、
遊びやすくなってきてると思いますが、まだまだモンスターハンターナウでハンターの皆様にお届けできる楽しみや驚きがたくさんあると考えております。ナイアンティックの皆様から本日も盛りだくさんの情報をお届けされると聞いております。モンスターハンターナウの今後のアップデートをお楽しみください。これからもモンスターハンターナウをどうぞよろしくお願いいたします。いや辻元 P からのね辻 P すごいですね。はい、それでは早速ですけれども本日の、ナウナビのラインナップご紹介します。はい、こちらになりますが、2周年の振り返り、2周年イベント紹介、そしてシーズン7の、新コンテンツ紹介、そして、今後のコンテンツということでちょっとね盛りだくさんなんですが、どうですかお二人気になるトピック。全部気になりますけど、ねえでもやっぱ2周年のイベントってなったらこれは皆さんだって待ってましたじゃないんですかねそうですね、なんか大きなねあれなんじゃないです何のか。イベントみたいな感じなんですごい楽しみですね。ということでまず振り返りからいきましょうね、はい大隅さん。早速ですがモンスターハンターナウの2周年これまでの道のりを動画で振り返りたいと思います。どうぞ。ねえということでちょっと一気にね動画で振り返りましたけれども、まずお二人どうでした？まだ2周年なんだってぐらいの内容量というか、確かにすごいこんなに供給してくださってありがとうございますの気持ちでいっぱいですね。ねトラッカースコープが神なんですよ。とにかく僕はもえ、はい、めちゃくちゃわかりうこますね。れでずっとディノバルド買ってるんでおーそうなんですね。3つ必要なんですけどね。なるほどなるほど。なんとかそのうち1個にしてもらって2周年の記念イラストですか？あちらも素敵ですね。はい、こちらはですね、クアリティのキャラクターデザインをしていただいているイラストレーターの小崎祐介さんに今年も描いていただきました。でこちらシチュエーションとしては、2周年のお祝いっていうことで先輩がお供のですね先輩が自撮り棒を持ってるんですけど、それでみんなで記念撮影をしているっていうようなシチュエーションになっています。はい。いやー賑やかね。楽しそう本当にねということであっという間の2周年だったなとねいうふうに思うんですけれども、先ほどの動画で出てきた詳細改めて見ていきましょうか。こちらです。こう見ると本当に多くの機能がね追加されたなと思いますけれども、どうでしょう吉永さん、ひとびさん気になった機能、まず吉永さんからいただきましょうか。僕は先ほども言った通りトラッカースコープ中毒者なんですけれども中毒者なんかそのトラッカースコープについてなんか裏話みたいのってあるんですか？モンスタートラッカーなんですけど、このトラッカースコープどれぐらいの量を使うかみたいなのを決めるときに、
やっぱこう最近出てきたモンスターはちょっとやっぱり高めに設定していて、まあそりゃそうですよね。だからもしかすると今吉山さんがおっしゃってたディロバルドとかももう少し経つと1年後とかにはやっぱり1とかになってるかもしれちょっとないですよね。考えてみます、検討してみますちょっと希少種とかも下げていただいてそこなんですよ。確かに。 5を使えますから希少ですから強いですからね。さあ石飛さんいかがでしょうか。はい、私コミュニケーション取るのすごい好きなんで、スタンプめちゃくちゃ使うんですよ。なんか他にもバリエーションもっともっと欲しいなとか思ってるんですけど、今後あったりしますか？そちらはぜひ今後随時追加していきたいと思ってますし、このやっぱりスタンプ機能が入ったことによって今までこうグループハントでもちろんいろんな人とマッチングとかしてたと思うんですけど、こうコミュニケーション取る手段がなかった時は、一緒にプレイしているとはいえ画面の向こう側に人がいるっていう感じをあまりこう認識しづらいところあったと思うんですけど、このスタンプによって本当にリアルタイムでそのコミュニケーションが取れるので、こうなんか一緒にどこかにいる誰かとプレイしてるっていう感じがすごく感じられるようになった機能かなっていうふうには思ってるので、はい、今後もいろいろと種類追加していきたいと思ってます。楽しみです。バージョンアップをね嬉しい。さらに期待したいところです。お願いします楽しみになってます。さあでは続いてはですね、1年間で使用された武器防具重ね着ランキングとハンターが苦戦したモンスターランキング、これちょっと気になりません？これめっちゃ気になりますね。まずこちらハンターの使用武器ランキングから見ていきます。1位から5位このようになっていますね。続いてグレード10まで強化された武器ランキング、皆さん頑張って強化したんだ。こちらはハンターの使用防具ランキングですね。そして続いては、ハンターの使用重ね着ランキングになります。そして最後ハンターが苦戦したモンスターはということで1位から5位このようなラインナップにめっちゃわかる。なっていますが、どうしよう、まずこちらから見ていきます。この苦戦したモンスターのランキング、そうですねどうでしょう。これディアブロスアッシュだけでか異色すぎますね。このラインナップですごいですよね。クロディアの弓ってめちゃくちゃみんな使ってるイメージが強いから、だからだ。だからみんなそれぐらい討伐したんだろうと、だからランキング入ってきたのかなと個人的には。かもしれないですね。私ちょうどキリンさっき討伐失敗しました。いやキリンね、はい、本当に強くて全然体力減ってくれなくて。どうでしょう、開発陣の皆さんはこういうランキング出てますけれども、なんかこう想像通りだとか。僕はテオはちょっと意外でしたね。テオが1位なんだと思って、吉永さん言ってたみたいにチャレンジした回数での思い出からで言うと意外とディアブロサッシュって圧倒的ですよね。圧倒的な位置にいるのかなっていうのは思いましたけど、コリュのラインナップでやっぱディアブロサッシュがいるっていうのはそれはそれですごい。そうですね。そうですね、まあだからある意味亜種なんですよ、中でもっていうねいうことなんでしょうけれども、はい、続いて他の見ていきますか。さあその他、こちらまずいきましょうか。ほらやっぱ4位にクロディア入ってるじゃないですか。あと最近なんかラージャンのヘビーボウガンがめっちゃ熱いみたいなで入ってきてますね。はい、こちら強化された武器ランキングになりますが、ここにもクロディア入ってくると、みんないっぱい作ったんだ。そうですね。ちょうど4位の陣容がたち10の5になりまして先日。おめでとうございます。私も使ってます。私は同じく GO が5位これ使ってます。おお、はい5位使ってる。使ってる。すごい。もうマックスで8使いとライト使いが。はい。おお。いいバランスな感じしますよね。なんか初心者向けのものからこう昔からすごく人気あるやつから結構最近のトレンドのものまでっていう感じで結構バランスいい感じがしますね。確かにね、一つの武器に偏ってないですしね。3位にそのさっきの強化された武器ランキングにこっちのグレード10にも入ってるこの、大骨重装なんですけど、なんでこう他のモンスター武器に比べてなんでこれがこう骨素材で作れる装備なのにこれがランクインしてるのかっていうところ、多分ちょっと気になる方いらっしゃると思うんですけど、これ実は出したタイミングがガンランスを実装したリリースしたタイミングで、その時に、ガンランスの特訓クエストっていうようなイベントをしていて、そこで無料でというかイベントを進めていくとチケットでこう生産強化できるっていう武器だったんですね。なのでそのガンランスとても人気の武器種なので、おそらく皆さんすごくいっぱい作って強化したんじゃないかなっていうのがこのランキングに、入ってるのかなっていうふうに、思いました。練習していくうちにじゃあ実際に使っていこうみたいにね決めていったのかもしれませんね。防具見ましょうか。はい、1位ラージャン入ってきました。もうハンマー使い部にとってはもう絶対欲しかったやつなんで使ってますね。防具に関してはもう圧倒的にこうついてるスキルによって、ランキングになっているのかなっていうのは、見て取れますね。汎用性が高いということになるんでしょうね。その他、プケプケのアシュ、バサルモス、そしてリオレーシュ、アシュというふうに入ってきました。
重ね着はこちらです。1位はワイルズのロゴ衣装となりました。結構どうです？着替えてます？お二人は。めっちゃ着替えてるんですけど、僕一個も使ってないですね。私ね、時々4位使ってます。猫尻尾。猫のやつ可愛いですよね。ねこれ可愛いわ。猫耳と合わせてちょっと使ってみたりして。手もありますよね。ね、ありますね、ありますね。私今浴衣着てます、夏の。はい。あれも可愛い。僕は全身ナルガですね。前のイベントのナルガの重ね着使ってます。やっぱりそういうイベントでゲットしたものってちょっとね、ずーっと使い続けたい、見せたいみたいな。あとロビーに入った時に、あ、こいつはガチ勢なんだなってこう思われたいんで、最新のやつつけてるんだよっていう威嚇ですよ。相手に対しての。確かに強い人だって思いますね。入ってきてくれた時に、あ、この人いけるみたいな、見ちゃいますよね、ついつい。最近だと浮き輪、アヒルの浮き輪があれもガチ勢。集めるの大変でした。本当にあれ欲しいんですよ。500個でしょ。500個です。多すぎる。本当にね。でも可愛い。可愛いですよね。さあ、ここまでね、振り返りコーナーお伝えしましたけれども、続いてですね、2周年を記念したイベントの、紹介です。こちらどうぞ。はい、こういったラインナップになっていますが、イベント交換所でしたり、あとはリオレウス希少種、そしてリオレイヤー希少種が、期間限定でフィールドに登場します。こちらは詳細後日出るお知らせを見るようにしてください。その他やはり2周年ですから記念クエストでしたり、小崎祐介さんにデザインしていただいた重ね着のパックが登場することにもなっています。こういったものも準備していますのでね、ぜひ皆さんで2周年盛り上げていけたらなと思うんですが、大隅さんプレゼントあるんですよね。はい。なんと、ハンターの皆さんのご要望。だから硬いって。頑張ってますから。ご要望の声を受けまして、はい。すべてのハンターの皆さんにですね、アイテムボックスの拡張5000個。5000個いくんや。嬉しい。まさに2周年だ。2周年の。めでたすぎる。2年経ってモンスターが増えてきて、でこれからスタイル強化も楽しんでいただくためにですね、いろいろたくさん素材を集めて、集まったら使うっていう、そういう楽しみ方になると思うんですけど、使える段階までやっぱり必要な分だけ集めるっていう枠が必要なので、5000個ご用意しました。ありがとうございます。楽しみだ。今後もですね、モンスター増えていきますし、スタイル強化もより、楽しんでいただくためにこういった展開を考えていきたいと思ってますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、で今回の分は、2周年を迎える、9月14日日曜日の朝9時に、モンハンナウにログインしていただくと、アプリを立ち上げていただくと自動的に受け取ることができますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。間もなくですね。楽しみ。はい。さらにハンターランク300を超えているハンターの皆様には特別な重ね着のキャップをゲーム内でお配りいたします。すごい、300って書いてある。めちゃくちゃわかりやす。これがマウントキャップですよ、吉生さん。さすがに300は言ってないんです僕。被らないと早くこれ。300はきつい、さすがに。でもこれつけてる人いたらね、あ、もうこのクエストはクリアしたんだろうなみたいな。めっちゃ心強いです。フレンド申請しちゃうかも。確かにしたい。私読ですよ。本当に。でも大隅さん、これって期間限定とかまたそういう縛りがあるんじゃないんですか？いや、そんなことはないんですよね。はい、もうコツコツと遊んでいただいている皆さんがハンターランク300に到達すると漏れなくもらうことができます。ありがとう。優しい。吉生さんよかったですね。いや、まあ僕が多分300いく頃にみんな多分500ぐらいいってるんですよ。いや、今500ってその時は多分500のキャップが出てるんですよ。絶対出てる。でもね、今このタイミングでNow をダウンロードしていただいた方も頑張って300を目指せば期間限定じゃないですからゲットできるというわけですね。ぜひ目指してみてください。はい、はい。そして、今後もですね、こういった形でモンスターハンターNowを日々たくさん遊んでくださっている皆様に、還元できるようなプレゼントをこれからも考えていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。はい、楽しみ。ありがとうございます。はい、ここまでがね、2周年振り返り、そして2周年イベント紹介のコーナーでした。はい、ナウナビ。さあ、お待たせしました。ここからはシーズン7の情報紹介となります。いやー、待ってました。
どんなモンスターが登場するんだろう。ね、本当そういったところも含めて楽しみですが、まずはですね、アップデート情報シーズン7の一覧スライド、こちらになります。はい、ずらりと並んでいますが、この後ねゆっくりと説明とともに見ていくんですけれども、ここからはですねナイアンティックの菅野さんと麦谷さんからアップデートの内容について、詳しく説明していただきます。まず菅野さんお願いしていいですか。よろしくお願いします。私からはですね、まずこちらをご紹介させていただこうかなと思います。皆さんに、この春から、ベータテストでご協力いただいていたこの探索拠点なんですけれども、実はこのほど、シーズン7で正式リリースすることが決定いたしました。ありがとうございます。本当にたくさんの皆さんにベータテストで遊んでいただいて、本当に、たくさんの方のご意見いただけて、いっぱいプレイしていただいて本当にありがとうございました。今日ちょっとまず最初に、ベータテストのちょっと普段あんまりこういうの出してないんですけど、データを少しご紹介して、皆さんどういう感じで参加されてたのかなっていうのをちょっと、お話できないかなと思っています。すごいデータなんかいいんですね。喋っちゃっていいんですね。あんまりこう普段データって実はいっぱい取ってるんですけど、あんまり公表はしてないんですけど、ちょっと面白かったんで、ぜひ皆さんにちょっと一回見ていただこうかなと思います。見たい。はい。で、じゃあ例えば、拠点の育成を皆さんやってくださったと思うんですけど、毎日実は全世界で、2万2000ぐらい、約2万2000の拠点が育成されていました。毎日すごいですね。毎日です。すごい。で、全世界での、これ探索報告っていうのをして拠点を育成するんですけど、この探索報告回数が約4000万回。4000万かんない。規模がでかすぎて数大きすぎて若干分かりづらいかもしれないんですけど、じゃあちょっとですね、ここで一つクイズなんですけど、全世界で一番育った拠点、これどこだと思いますか？場所とかでもいいですし。はい。じゃあゆずらさんどうぞ。渋谷。渋谷イベントやってますからね、リアルイベント。ああ、なるほどなるほど。ブブー。違います。は吉野さん。やっぱ単純に人が多い新宿駅とか。新宿もね、たくさんいっぱい人います。世界一の乗降客数の駅ですからね。じゃあはい。なんか石木さん。ちょっと待ってください。僕ブッブーとか言われてないですけど、僕もちょっと早いです。なんかもう正解みたいなね。実は新宿でもないんです。新宿でもない。違いますよ。やっぱ働いてる人多いんで、新橋とかなんかサラリーマンとか。なるほど。確かにやってくださってる方いっぱいいらっしゃいますからね。違う臭いな。はい、実は違うんです。やっぱ違うんだ。正解はですね、世界一の拠点は台湾でした。日本じゃない。海外？そうなんです。で、台湾のダウ公園っていう公園がありまして、大きい森林公園が台北のど真ん中にありまして、実はここちょっと僕も行ってきたんですけど、ちょっとこれまさにこれをベータテストやってる時にまさにちょっと見に行ったんですけど、羨ましい出張。そうですね。わ、すごいいいとこですね。すごいね、素敵な場所でした。で、ここがなんとレベル14まで育っていて、これトップでした、世界で。わ、すごい。可愛い。で、上位大体5位までがもう香港と台湾、2位が香港で、実は日本たくさんユーザーさんいらっしゃるんですけど、日本の、一番高かったのが、カプコンストア、カフェ梅田さんの、6位。これがトップでした。日本6位なんですよ。そうなんですよ。日本ちょっと吉野さん日本盛り上げないとまずいですよ。そうですそうなんです。負けてられませんよ。すごい。日本ってモンハンナウのユーザーさんとても多いんですけど、やっぱりその香港とか台湾っていうそのアジア圏すごく熱量が高いっていうのが、はい、このなんか順位からもすごく分かったなと思いました。はい。すごい、海外でもこんなにってそうなんです。嬉しいですね。でも嬉しい。確かに私ちょっとこの前プライベートで香港行ってすぐにハンターみんな入ってきてくれて、一狩り飛んできました。一狩り行こうぜ、どんどん入ってきてくださって、それはね確かにね感じました、熱量は。やってんだっていうのはすごい実感して帰ってきましたね。すげえ。日本でめちゃくちゃ盛り上がってる秋葉原ですら12位だったんです。秋葉原12位なんですか？そうなんだ。これ僕もちょっと意外で、意外ですね。こういうちょっとデータ取るのも面白かったですし、面白いですね。あとやっぱりこう皆さんプレイされてるのを見てやっぱり調整してリリースしたいっていうのがあったので、本当に皆さんにご協力いただけてありがたいなと思っています。ということは
私たちが予想したのは一つも入ってな何もかった。こんなにもやってんのに。ちなみにもう一個じゃあクイズなんですけど、大量失言が最後にあったと思うんですけれども、大量失言で今回リオレウスア種だったんですが、リオレウスア種って大体どれぐらい全世界で討伐されたと思いますか？もうなんとなくしか、もうなんとなくしか言いようないと思うんですけど。でも代表でちょっと言っちゃってくださいよ。そう代表としてちなみにちょっとだけヒントを出すと、大体1時間で1人、60体70体ぐらいがほとんどトップぐらいです。マックスぐらいです。1時間で60体から体。70体ぐらい、もう飛び抜けてもうちょっと高い人いや、1もいらっしゃる。分間に1体まあ、そ勝ってるれぐらいってことですよね。かられてるかで、それがこういろんな拠点で同時に行われてるっていう。全然予想できないけど、1000とか1000体ぐらいだと、実1000は万1000万1000万過ぎじゃないですか。ちょっと顔色悪くなってますから。全然わかんないよ。だって正解はですね、300万体。300万体。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと今のとこやだ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 。これってやだやだ。そういうパターンじゃないですか。ね、ちょっと300万ってすごいですね。そうですよね。300万すごいと思う。えぐい数字ですよ。300万体のリオレウスが、討伐されたという。絶滅種になっちゃいますよ。確かに駆られすぎて。ただでさえ足なのに討伐駆られすぎて。ということで皆さんすごく熱量高く遊んでくださっているので、まあちょっと拠点も頑張って、またこれからリリースに向けて今チームも頑張っているところです。でまずそもそもなんですけど、この拠点という機能なんですけど、やっぱり皆さん日々の狩りを通じて、どんだけ強くなっていくかみたいなこととか、新しい武器を作っていくことをすごく楽しんでくださってると思うんですが、やっぱりそれ以外の新しい遊び方を、我々としてはすごく提供していきたいと考えてまして、であとせっかく位置情報を活用しているゲームなので、位置情報をもっと活用していただいて、狩猟していただくってことを、もっとやらせたいなっていうところでやっていただきたいなっていうことで、探索拠点を作っています。でまた今回ベータテスト参加してくださった方皆さん、感じられたんじゃないかと思うんですけど、自分の周りに意外とハンターっているなみたいなことって結構気づかれたんじゃないかと思うんですね。なのでこういうコミュニティを作っていきたいみたいなところもこの機能の役割だったりします。なるほどな。いや確かに一狩り行こうぜってやると、この人結構合うなみたいな、なんとなく誰かは分かんないんだけどこの名前の人なんか嬉しいみたいなありますよね。ありますあります。俺普通に吉玉って名前でやってるんで、やべえ俺住所バレると思う。それはなかなかのセキュリティですね。気をつけてください。そうですね。でまさにセキュリティなんですけど、ちょっと改善点も少しご紹介したくて、ベータ遊んでくださった皆さんから、少しやっぱり個人情報の懸念だったりっていうフィードバックをいただいていて、やっぱそこは改善して出したいなと思っていたので、今回、探索報告の仕組みを少し変えて、探索報告にどのハンターから行われたものかっていうのを表示しないような変更を加えようと思っています。ですので吉永さんが自宅の近くの拠点に育てていただいても、これ吉永さんいるじゃんっていうのがバレなくなるっていうそれは嬉しい本当にことになります。であと新しい場所から、探索報告を入手した時に、探索の証を入手した時に、演出が、毎回出ると、少し、テンポが良くないんじゃないかっていうフィードバックもいただいていて、これもワンタップしていただくと、すぐに演出をスキップしてすぐに、画面内のものをタップできるように、改善しました。あとちょっとこれもいただいてたのが、結構土日と、平日で育ててる拠点が違うっていう方なんかが、会社で普段は育てててとか学校で育てててみたいなで、平日は自宅近くを育てるみたいな時に、あの拠点どうなってるんだろうみたいなのがやっぱり心配で見たいみたいな、状況を見たいみたいなことを結構フィードバックいただいていて、そういった感じで育ててる拠点が遠くにいてもまず観察できるっていう、そういう機能を用意する予定です。やっぱりこれ正式リリースするにあたって他にも実は、いくつか用意しているものがありまして、例えば、これ頑張っていただいた方に、表彰式みたいなことをやって、皆さんをちょっと頑張ってくださった方を褒めてあげるような機能だったり、ちょっと一緒に遊ぶためのモチベーションをより高めてもらう。褒められたい、ちゃんと、達成感とかもね、ちゃんと褒められたいタイプなんでありがたい。ランキング乗らないといけないんですよ。出したけどそこからですね。大変。で将来的には、何か大きなイベントがあった時に、例えば自分の地元なんだけども、ここに行けば拠点に行けば周りにハンターがいるよとか、例えば強いモンスター探してるんだけど拠点に行けばいるかなだったり、
あとその拠点に行くと普段は使えない便利な機能が使えるよみたいなこともちょっとやっていきたいなと思ってあ、それは面白いですね、はい、なのでちょっとまだこれもう決まってないこととか今まさに作っているものたくさんあるんですけど、一つの、ちょっとこうちっちゃい機能というよりは一つの大きな機能として今後育てていきたいなっていうふうに考えています。楽しみです。なんかこう見ると本当によりなんかこうリアルとつながっていってるような、広がっていってる気がする。こういう意味では人とのつながりめっちゃ面白いんですよね。ありがとうございます。だからまさになんか正解だなって思います。ありがとうございます。方向性が。すいません、一ユーザーとして。角度からよ。正解ユーザーね。ユーザー目線。正解ですか。正解ですこれは。運営さんありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、そして神田さんさらにあると伺ってますよ。さらにですね、9月26日からは、大量出現イベントを用意しています。この大量出現イベント、正式リリース初めての大量出現イベントなんですけれども、登場するモンスターが実は次元変異のイビルジョーなんです。うわー、来たイビルジョーだ。これイビルジョー、もうそもそもイビルジョー人気モンスターですし、強いじゃないですか、はい、それの次元変異版がついに登場ということで、めちゃくちゃ強いんじゃないかな。いや僕もつい最近10の5に語り剣がなったんで、はいはい、ようやくスタイル強化して作れますよ。スタイルできます。尻尾がねやっぱ語り剣だと、今まで縦コンが入っちゃって、切断するの大変だったんですけど、スタイル強化で切断攻撃だけになるんで、やっと輝きますよ。そうですよね。ちょっと狩りごたえがあるんじゃないですかっていう意味ではね。めちゃくちゃ狩りごたえあると思います。でさらにですね、この次元変異イビルジョー、実は、9月22日からフィールドにも少し登場します。おー、なるほど。フィールドにじゃあ22日からも実装されると。そうですね、実装はされていて、でやっぱり乱入モンスターなので、はい、探すのなかなか大変かもしれないんですけど、9月26日にはいきなり大量出現でたくさんもうどうってもう乱入せずに、いやもういきなりマジですか。嬉しい。そうなんだという新しいちょっと試みで、大量出現を盛り上げたいなと。こういったね、ちょっとまた新たな、ね、盛りだくさんの内容ということなんですが、ただこれだけではなくてさらに機能の追加というのもあるということで、麦谷さんここからもお願いしていいですか。はい、わかりました。シーズン7ではいくつか既存機能のアップデートや改善を予定しています。でまずはですね、シーズン6でリリースされたスタイル強化に関するアップデートです。スタイル強化はですね、グレード8以上の対象武器をさらに強化することができるっていうような武器の強化要素なんですけれども、そしてスタイルの変更によって、アクションが変わるっていうような、特徴もあります。でこのシーズン7ではこの各スタイル強化のレベルがですね、各レベルで上がる、攻撃力、会心率、属性値のパラメーターが大幅に上昇します。はい、マジか。はい、そうなんです。で現状スタイル強化ってそのアクションが変わるっていうすごく特徴はあったものの、パラメータの上昇ってそこまで大きくはなかったので、まだ強化してない方はもう本当に強いのとか、本当に強化するメリットあるのっていうところを迷われていた方、迷ってます、いらっしゃったかと思うんですけど、ここが今回のアップデートによって本当にしっかり大幅に強くなりますので、やらなきゃいけない、これはぜひ試していただきたいなと。でそのスタイル強化の対象の武器っていうのは、この生産や強化に必要な素材が大幅に緩和されるっていうような施策も、行ってますので、すごく強化もしやすいですし、でさらに今回とても強くなるっていうところで、皆さんにぜひこの機会にお試しいただきたいなと思ってます。はい、いやさらにだからやり込み要素が高まるなということなんですね。なるほど。ほうでさらにありますか、何か。はい、続いてですね、機能改善なんですが、フィールド上に出現する、モンスターの仕組みというかに関してのアップデートになります。モンハンナウも3年目に入って今すごくモンスターの数が、増えています。さっきの2周年の振り返り動画でもあったと思うんですけど、で実はそのリリース時は、モンスターの種類が13種類でスタートしたんですけど、今なんと、固有種なども含めて50種類以上のモンスターが、この2年の間に追加されました。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。もちろんさまざまなモンスターを狩猟できるのは嬉しいことだと思うんですけれども、その反面やっぱりクエストの対象のモンスターとかがフィールド上でなかなか見つからないっていうような状況も、発生していました。シーズン7ではそこをそもそもフィールド上にクエスト対象のモンスターが出現しやすくなるっていうような機能を導入する予定
定です。はい、すごい。なので、はい、クエストのモンスターを探してすごく歩き回らなきゃいけないっていうところがこの機能によって少し改善されるかなと思います。素晴らしい。ありがとうございます。トラッカースコープに頼らなくてもディノバルドに会いやすくなっちゃうかもしれないですよ。すごい。はい、詳細は後日お知らせしますので、ちょっとどんな機能なのか、はい、お楽しみにお待ちください。すごく楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。そして最後の改善項目はですね、漂移連星に関する改善です。漂移連星は、その防具に漂流石をセットして歩くことで、その漂流石に含まれる、スキルがランダムでこうつくっていうような、コンテンツで、まず装備の、スキル構成とかにすごく大きな影響があるコンテンツになってます。コンテンツのリリースから、1年以上が経ちまして、現在の利用状況であるとか皆様からのご意見をもとにシーズン7では今5種類あるこの漂流石に含まれる、目玉スキルの見直しや、必要距離今5キロがデフォルトというかあれなんですけどの短縮などをちょっと検討しております。はい、で今やっぱりその入手した漂流石によっては、このスキルちょっと今求めてないっていうので、ちょっと処分してしまうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今回のアップデートによって、全ての漂流石にすごく魅力ができるので、はい、いろいろと試していただければと思います。この漂移連星の改善は現在鋭意開発中となりまして、シーズン7の開始時ではなくちょっとそれ以降の実装にはなるんですけれども、お待ちいただければと思います。はい、まだまだねちょっとね、楽しませていただきたいなと思いますけれども、先ほど石飛さん、どんなモンスターなのかなって気になってました？シーズン7。今もずーっと説明聞きながらも気になってましたよ。はい。そろそろパート行きましょうか。お願いします。麦谷さんお願いします。はい、では続いて、シーズン7で登場するモンスターの紹介していきたいと思います。今シーズンのメインとなる、モンスターといえばというか、ゆかりのあるこの方からメッセージいただいてますので、まずはこちらどうぞ。ナウナビをご覧の皆様、こんにちは。カプコンプロデューサーの砂野です。モンスターハンターナウもおかげさまで2周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。今回私からはシーズン7に登場するモンスターをご紹介させていただきます。まずはこちらをご覧ください。こちらはシーズン7のキービジュアルとなるのですが、ご覧の通りエスピナスがついにモンスターハンターナウに登場します。エスピナスは私も長く担当したモンスターハンターフロンティアというタイトルで初めて登場したモンスターなんですけれども、直近モンスターハンターライズサンブレイクでも、登場を果たしています。個人的にもすごく愛着のあるモンスターなので、こうして皆様の前に再びエスピナスが登場する機会を設けられたことを大変嬉しく思っています。そしてさらにサンブレイクから氷をまとう我流種ルナガロンとパワフルな我獣種ガランゴルム、この2体がエスピナスとともにシーズン7配信日から登場いたします。そういえばルナガロンガランゴルムといえばもう1体モンスターと並んで大域三皇と呼ばれていました。残り1体のモンスターはいつ登場するのか気になりますよね。そのあたりは番組を最後まで見ていただければと思います。それでは私はそろそろ失礼させていただきます。スタジオの麦谷さん、シーズン7登場のモンスターについて詳しい解説お願いします。はい、フロンティアの名誉 P 砂野さん、ありがとうございました。ね、まさかエスピナスの話が出てくるとはちょっと驚きなんですが、なんか並んでますね、そちら。あれ？おー、いつの間に。何ですか何ですか。はい、こちら先ほど砂野さんからご紹介いただいたエスピナスガランゴルムルナガロンの、ぬいぐるみです。とても可愛いですよね。そちらが今回登場ということになるわけですね。そうです。はい、なのでこれからちょっと早速私の方からこの3頭のですね、詳しい紹介をしていきたいと思います。はい、まずはエスピナスからです。緑色の口角とその体の全身にあるこの赤いトゲですねが特徴の飛竜種なんですけれども、で弱点属性は氷と竜になってます。はい。はい、続きましてガランゴルムですが、非常にパワフルな巨体を持つ我獣種になっていまして、で弱点属性は雷となっています。最後は、ルナガロンですね、氷をまとう我流種です。で弱点属性は火属性となっています。今さらっと紹介していただいたんですが、さっき砂野さんの動画を振り返るとですよ、大域三皇みたいなまずそんなワード出てきたような記憶があるんですよ。そこちょっとみんなの流していい話じゃないと私は思った。はい。エスピナスも気になるんですが、ルナガロンガランゴルムと
ねそうですね、はい、番組を、はい、最後までご覧いただければちょっとそこの情報があるかなっていうところです。気になるはいというのも置いといて、はい、今もねいろいろ話の中で出てきましたけど、まずエスピナス、こちらの攻撃解説動画が今日用意されているということですのでご覧ください。この毒麻痺ブレスですね、この毒と麻痺状態に同時になるっていうところで、食らってしまうとこれめちゃくちゃはい厄介非常に厄介な、はい、攻撃になってます。絶対避けたい避けたい攻撃ですね。はい、続きましてこちらも通常の状態で繰り出してくる攻撃で、突進なんですけれども、これ1回突進した後、ドリフトして再度プレイヤーに向かってくるっていうような最大2回まで突進を行ってきたりする時もあるので、こちらも非常に注意が必要です。はい、そしてエスピナスがですね方向後怒り状態になると、一部のアクションが変化をします。でこのような、3連ブレスといった非常に強力な攻撃をしてきますので、こちらも注意が必要です。はい、うわー避けないと。いや本当別のモンスターなんじゃないのかと思うぐらい怒り状態と通常の時って全然違うんですよね。めちゃくちゃ怒ってる。ね、でもフロンティア勢は本当にもちろんサンブレイクでも湧いたと思うんですが、吉生さんいかがですか？はい、僕モンスターハンターフロンティアおそらく1万時間ぐらいプレイしてるんですけどフロンティアの最初のなんだろうメインモンスターみたいな立ち位置なんですよ。オリジナルモンスターですしね、しかも。泣きました。泣きまいした。やだってサンブレイクで登場した時も、もうその復活に皆さんかなり湧いた。いやそうですよ。ですよね。ねまさか NOW でも見れるとは。そうですよ。どうですか、石飛さんも。でも本当に毒麻痺ブレスが超厄介じゃないですか。だからこれをまた NOW で頑張って避けながら、そしてこっちも攻撃して頑張って討伐したいと思います。からの突進ですからね。突進怖いんですよね。すごいヒヤってなっちゃいますもん。いやだからどこでその隙を見つけるかっていうのもね、実際にプレイしてみて。そうなんですよ。でも本当に討伐しがいあるんで、めちゃくちゃ楽しみです。はい。ちなみにこちらは実装を含めてどういうスケジュールになるんでしょうか。はい、この今紹介したエスピナス、ルナガロン、ガランゴルムはシーズン7の開始時点からフィールド上に登場いたします。でそのシーズン7はですね、9月18日、木曜日の日本時間9時から、スタートしますので、ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。木曜日か。楽しみ。平日スタートですよ。ねえ、いやこれはぜひ皆さん楽しみにしておいてください。以上シーズン7の紹介コーナーでした。この配信見られてたみたいですね。先輩クアリリ配信するんですか？はい、クアリと先輩NOWのキャラクターなんですけど、メインストーリーで結構もういろいろなことにチャレンジをしているんですが、シーズン7ではその2人が、番組の配信にチャレンジするっていうような展開がありまして、はい、なのでそちらのメインストーリーもぜひ楽しみにしていただきたいです。はい、ここからはですね、今回のナウナビ最後のコーナーに移らせていただきます。モンハンナウの今後のコンテンツ紹介です。よいしょまずはコラボやコミュニティに関するお知らせです。モンハンナウではキンコーズさんとのコラボを予定しています。9月13日よりオンデマンド印刷サービスのキンコーズと、モンスターハンターナウがコラボすることになりました。全直営店舗と EC サイトにてオリジナルグッズが発売されます。ハンターの皆さんご自身のギルドカード情報を反映して作れるグッズもあるということですので、はい、詳細はですね後日公開の特設サイトをご確認ください。そして続いてこちらです。モンスターハンターナウ公式のディスコードサーバーが開設されました。こちらはですねハンターの皆さんに交流を深めていただく場所になっているということなんですよね。ディスコードとかって結構見たりしますか？見ますなんで参加めっちゃしたいですこれね。でこれ実はキャンペーンも開催中で、ですのでぜひ参加タイミングいいかもしれません。開設記念キャンペーンということで5000人突破、そして1万人さらに突破をするとこのように、配布されていくということなんですが、早くもこの1万人を突破いたしております。おーすごい。早っ
今からもう参加してもらえれば、この、はい、アイテムが全部その入ったプロモコードですね、もらえるるので、今からでもいいってことですもんね。はい、今からすぐに参加してください。これが終わったらはい、ね、あざーす。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはですね、こちらになります。コミュニティアンバサダープログラムということで、モンスターハンターナウコミュニティアンバサダーが全国で活動中です。ぜひね、皆さんお近くのグループに参加してみていただければと思うんですけれども、正直ね、私ね、初めて聞いたんです。で、ちょっとこれ麦谷さんお伺いしていいですか？はい、ですね、コミュニティアンバサダーというのは、地域のコミュニティリーダーとして、その地域でさまざまなイベントを企画したり運営したりして、そのハンターさんをそうですね、集めてというか、みんなで一緒に盛り上げていってもらう、そのリーダー的な、はい、役割を担ってもらう。だから、ディスコードはオンラインですよね。ディスコードオンラインで、これがオフラインになるんですよね。おー、多角的ね。確かに。こちらのコミュニティアンバサダーに関しては公式サイトブログの方で案内しておりますので、ぜひそちらご確認ください。はい。そして、続いてはですね、こちらもあるんですが、オフ会なんですね。はい、次のオフ会は2周年記念で東京で9月の20日から21日の2日連続の開催になります。こちらね、応募はですね、公式の、ディスコードサーバーで8月30日から応募開始になるということです。詳細はモンスターハンターナウ公式ディスコードサーバーでご確認ください。その実は翌週には東京ゲームショウが控えてるんですが、どうなんでしょう。ナウは何か予定されてるんですか？はい、今年もですね、東京ゲームショウ2025でモンスターハンターナウ、カプコンブースさんの中で、スペシャルステージを行う予定です。はい、詳細は後日公式の SNS 等で発表させていただきますので、ぜひそちらも、はい、楽しみにお待ちください。いやでもね、本当にこれはぜひ皆さん情報のアップデートをね SNS 含めて確認していただければと思うんですけれども、ここからのねロードマップというのをね、ぜひ最後に見ていきたいかなと思うんですけれども、はい、菅野さん、大隅さんお願いしてもいいですか？はい、まずはこちらのロードマップご覧ください。おお、いっぱい。めちゃめちゃ。どれから見たらいいのかもうねシーズン7、8、もう来年の話もある。2026年。わ、本当だ。ほう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 。あ、これはすごいわ。ねえ、ちょっといろいろと聞きたいんですが、まず大隅さんのちょっと説明から聞きましょうか。はい。はい、おかげさまでですね、モンスターハンターナウは今年の9月で、無事2周年を迎えまして、いよいよ3年目の新章に、これから突入します。早いですね。はい、で3年目はですね、これまで以上にさまざまなアップデートを予定しておりますので、ぜひご期待ください。先ほど、菅野と麦谷からも紹介がありましたシーズン7ですが、シーズン開幕とともに新たにエスピナス、ガーランゴルム、ルナガロン、そして10月にはですねアッシュ、11月にはコリューシュの登場を予定しています。待ってコリューシュ。なんか伏線回収みたいになってきましたね。コリュ？大木参考というワードも出てきましたよね、今日。そうですね。まあ彼でしょうね。ねえ。いや言っちゃったよ。なんかダメだ。11月期待していいんですか？期待してください。お、生きた。おお、これはね楽しみですね。そしてですね、さらにこちらご覧いただくと、シーズン8とで、さらに2026年っていう、この先我々モンスターハンターナウの開発チームが3年目に突入してどういったことをやっていきたいかというところ、いくつかご紹介したいと思います。はい、数多くの要望がありました。離れた場所にいるお友達、フレンドとも一緒に狩りができるアップデートといったものを準備していきたいと思っています。いや、これはえぐい。いや、本当に待望ですね。そしてですね、装備の生産強化を通じて楽しめる新たなコレクション要素、そのコレクション要素によってハンターとしてのステータスが向上するような仕組みみたいなものを導入したいと思っています。吉永さんがこうどやれるようなマウント取れるようなマウント取れるような要素なんですか、これ。部分もあるかもしれません。ああ、なるほど。はい、よりハンターライフが充実していく、形で
お楽しみいただけるといいかなと思います。予想つかないな。なんだろでさらにシーズン8もありますね。そうですね、シーズン8が今年来ますが、まだ細かいことはあまり言えないんですけど、年末に向けて我々もまた新しい情報をお届けしたいと思ってますので、はい。さらにちょっと菅野さんお願いしますよ。はい、もうシーズン8まででももう十分なんじゃないかとも思うんですけど、本当に本当に、せっかく2周年っていう記念ですんで、2026年っていう、少し先のところもお話したいなと思ってまして、当然皆さんすごく待望というか待ってらっしゃる総中婚、おい、いつ来るのいつ来るのっていうのはやっぱりすごくもうしびれを切らせてお待ちだと思うんですけど、2026年に向けてはやっぱり最後の武器種である総中婚を追加するために準備をしています。これで揃いますね。はい、これで揃います。さらに、今回、登場しているこの夏から登場しているこの次元変異モンスターなんですけれども、これも今後やっぱりアップデートしていこうと思ってまして、同じ次元変異モンスターの中でもさらに強化されたどういうこともっと強い次元変異モンスターっていうのも登場させていく準備をしています。ただでさえ強いのに。なんか2箇所ありそう、特殊部位。ああ、なるほどね。ちょっと今いいアイデアいただきました。もしかしてちょっとメモしといてください。ちょっとメモしてちょっとこれはい全然僕特許取る気ないんで。今回ご紹介させていただいた探索拠点なんですけど、これもなんか最初ちょっとこの先どうなっていくのかなっていうのまだなかなか想像しづらい部分もあると思うんですけど、ここを舞台にした新しい遊びとか、あと最近ちょっとあんまり新しい活躍の場がない音も今後もっともっと活用していこうだったり、ちょっとこの辺になってくるとかなりアイデアのいろいろあるものっていうのもあるんですけど、ちょっと2026年以降に向けては新しい体験っていうのはやっぱり作っていきたいなっていうふうに思っています。例えば狩猟の部分もやっぱりもっともっとアップデートしていきたいですし、なんか NOW ってずっとこの狩猟なのかなってやっぱりユーザーさん思ってらっしゃると思うんですけど、これもやっぱり2026年もっとその先って考えた時に同じ遊びでいいのかなっていうところも議論しているところです。そしてですね、昨年渋谷で、たくさんのハンターの皆さんに楽しんでいただいたリアルイベントなんですけれども、今年は世界各地の探索拠点を起点とした、地域コミュニティにハンターさんに集まっていただいて楽しめるような、新しいリアルワールド体験の土台作りを進めています。でこれをきっかけとして来年以降、リアルイベントの展開につなげていきたいなっていうふうに考えています。これすごくユーザーさんからもまたやらないのっていうお声もいただきますし、我々としてもすごくリアルイベントってすごく大事にしている施策なので、これは継続的に来年やっぱりやっていきたいかなというふうに考えています。今日、申し上げた2026年シーズン8に関しては、まだまだ、作っていく部分があって、今後アップデートで詳細なものとか変わっていく部分だったりあると思いますので、そういったものは、それぞれのシーズンがより近くなってきましたらまた、こういった形で、お知らせできるかなと思いますので、お楽しみにお待ちください。ということでね、こういったアップデート情報を含めてこれからのね話というのをねお伝えしましたけれども、公式ページでしたり各種 SNS でもこの情報というのはどんどん更新されていきますので、ぜひチェックしてください。そしてこの YouTube チャンネルでも定期的に情報発信を行っていく予定ですので、チャンネル登録ぜひお願いします。ナウナビさて、楽しい時間はあっという間なもので、2周年をお祝いする今回のナウナビも終わりの時間となりました。皆さんからこの後感想をいただきたいんですが、まずはオープニングにお伝えしたプロモーションコードの発表です。はい、皆さんちゃんとチェックしてください。そのプロモーションコードはこちらです。記念プロモーションコードということで、すべて大文字で MHN2YEARS モンハンナウ2イヤーズと、はい、こちらがコードになります。ということで、ぜひ皆さんアイテム使ってどんどんモンハンナウ遊んでいきましょう。改めてですが、皆さんに感想をお伺いします。吉山さんお願いします。はい、最後のロードマップがすっごい僕のワクワク心を、上回ってもあったんですけど、上回られてもあってなんだろう、上振れ上振れ言葉で表現できないと、もあるんですけど、日本語じゃ表現できないぐらいの。そう、日本語だと多分ない言葉なんですよ、この感情って。はい、はい、ということでね、僕ロードマップとか大好きなんで、非常に嬉しかったです。改めて2周年おめでとうございます。
あっという間の2周年でしたよね。さあ石飛さんいかがでしたか？はい、もう本当に情報が盛りだくさんすぎて、私もう一回ちゃんと見なきゃと思って番組改めて自分が出たんですけど見返して情報を見返さなきゃなって感じなんですけど、ちょっとさらにモンハンのちょっと頑張ってプレイしていきたいなと思います。改めて2周年おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございありがとうございまます。す。はい。さあそれでは開発の皆様にも最後改めてコメントをいただきます。菅野さんお願いします。はい、本当に2年間、プレーをし続けてくださった皆さん本当にありがとうございます。2年前の4月に発表会をしたんですよね。その時ゆずりはさんと多分吉野さんも来てくださってましたよね。で、その時に一番たくさんモンスターと置かれるモンスターハンターシリーズにしたいですみたいなことを壇上で言ったのを覚えてるんですけど、今50体っていうモンスターがいて、これから先もきっと増えていくと思うんですね。で一つだからそういう方向に、を叶えられてるのかなと思っていて、それも一重に遊んでくださってる皆さんの本当におかげだと思っています。本当にありがとうございます。で今もし YouTube ご覧になっていただいていて、少しプレイ自体お休みされてるっていう皆さんも、今すごく、借りやすくなってますし、いっぱいモンスターも増えていて新しい遊びもいっぱい増えてます。ですのでもしよかったら、今回のプロモーションコードと、込み込みでもう一度、遊んでいただけると嬉しいなと思っています。これからも、3年4年と頑張りますので引き続きよろしくお願いします。はい、菅野さんありがとうございます。続いては麦谷さんお願いします。はい、皆さん改めましていつもモンスターハンターな遊んでいただいてありがとうございます。先ほど番組で、この2周年の振り返り改めて見て、この 2周年っていうのが本当にもう2周年でもあるし、まだ2周年っていうどっちの捉え方もできると思うんですけど、この2年で本当にいろんな機能であるとか本当にいろんなモンスター出してとか登場してきたなと思って、改めてすごくちょっと感慨深くなっています。でただもうモンスターハンターナウまた3年目もっとさらに進化してより楽しいたくさん楽しいコンテンツであるとか機能改善であるとかいろいろしていきたいと思っていますので、ぜひ引き続きいっぱい遊んでほしいです。はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。鳥は大隅さんに締めていただきます。はい、そうですね。モンスターハンターナウ2周年迎えまして、で皆さんにたくさん遊んでいただいて、いろんなご意見ご要望フィードバックをいただいていてですね、でそれに一つ一つお答えしながら、皆さんと一緒にですねより良いモンスターハンターナウのハンターライフの体験にしていきたいと思ってます。で今日は菅野と麦谷と私大隅と3人でロードマップもですね、披露させていただきまして、ある種ですね後には引けないと言いますかやるしかないやるしかない開発チーム全員にもプレッシャーがかかってるんですけど、できるだけ有言実行で、はい、皆さんのご期待にお応えしていきたいと思ってますので、モンスターハンターの3年目もですねぜひ、一緒に、楽しんでいただけると、嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしてねここまでご覧いただいた皆さんも本当にありがとうございました。今後のねモンスターハンターナウも楽しむぞ、ナウナビも見たいと思った方はぜひ高評価そしてチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん最後に行きましょうか。はい、せーの、ナウナビではではさようなら。